皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、河野太郎防衛大臣が天皇家についての発言をし、その発言というものが大きな波紋を呼んでいることから、今回はそのことを取り上げていきます。天皇家というものは日本の根幹をなすものであり、日本の文明にとっても一つ象徴的な存在です。しかし現在の天皇家においては少しずつ男子が減ってきており、現在のままでは100年後、200年後、300年後、400年後、500年後と現在のままで果たして存続し得るのかというのが一つ大きな問題となっています。ただしそれはあくまでも先々を考えたらという話であって、現在は男子がおられ、そのため次期天皇も今いる男子から選出されることは間違いないでしょう。しかし一方で気の早い人たちは、今男子がいるにもかかわらずあたかも男子がいないかのように次の天皇は女性でも良いではないかといった話をする人たちがいます。今回はそういった人たちを刺激するような内容であったために大きな波紋を呼んでいるのです。では一体どのような発言があったのか、そしてどのような反応が起こっているのか見ていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。河野防衛相が女系天皇容認論、次の天皇内親王のお子様も。将来の首相候補の一人に数えられる河野太郎防衛相は23日夜、インターネット動画サイトのライブ配信で皇位継承のあり方について、1000年以上続く男系が続くなら男系がいいと断った上で、女系天皇の容認も検討すべきだとの考えを示した。河野氏は現在の皇室の状況に言及し、男子のお世継ぎがいなくなった時にどうするのか考えておく必要はあると強調。かつては側室制度があったが、この21世紀になってそうはいかないとも述べた。その上で、国民は毎日国民のことを考え、災害が起きれば被災者を勇気づけるといった皇室の姿を支持しているとの見解を示し、とすると、その皇室のメンバーである天皇皇后両陛下の長女の敬宮愛子さまをはじめ内親王のお子様を素直に次の天皇として受け入れることもあるのではないかと自説を述べた。男系を維持するための旧宮家復帰に関しては、旧宮家は1400年代に今の天皇家から男系が分かれたと説明し、600年前に分かれた人が戻ってきても本当の万世一系と言えるの？遺伝子を調べて微妙に違いがあったらどうなの？というところも考えていかなければならないと慎重論を唱えた。また、今後首相を目指す可能性について、初当選の時から言っていると改めて意欲を示した。次の日本国の指導者は誰が望まれるのか、そういった世論調査の最近の状況を見てみましょう。次の首相、石破氏トップ維持、自民支持層でも。時事通信の8月の世論調査で次の首相にふさわしい人物を尋ねたところ、自民党の石破茂元幹事長が 24.6% でトップだった。同じ質問をした2月調査でも石破氏は1位で、支持は3ポイント上昇。自民党支持層に限ってみても、石破氏が安倍晋三首相を10ポイント以上引き離して首位だった。2位は小泉進次郎環境省で、3位は安倍氏。上位3人の順位は2月と変わらなかったものの、小泉安倍両氏は支持の割合が減り、石破氏との差が広がった。ポスト安倍候補に取り出される他の閣僚らでは、河野太郎防衛相が4位に浮上、5位に自民党の岸田政調会長、6位に菅官房長官と続き、茂木外相は10位だった。自民党支持層では、首位の石破氏が 28.5%、2位の安倍氏は 18%、小泉氏は 11.1% で3位となった。それでは今回の産経新聞の記事に対する反応を見てみましょう。武田恒康氏、女系天皇容認ならそれ以外が完璧でもダメだ。日本の総理としてふさわしくない。天皇の尊治は国柄の根幹に関わる問題。最高のシェフが最高の食材で料理を作っても、少量でもうんこが混じったら食べられたものではない。外交防衛で評価できることもあったが、全て台無しだ。フリージャーナリストの門田隆翔氏、河野防衛相が男系が続くなら男系がいいとの前提で旧宮家復活は否定し、愛子さまをはじめ内親王のお子様を素直に次の天皇として受け入れることもあるのではと女系天皇容認を示した。2016年のブログでは皇室典範改正による長子継承を訴えていた河野氏、次期総裁レースに波紋だ。
この記事で一番最初に気をつけなければならないポイントがあります。それは河野大臣の言っているこの話というものについて勘違いがかなり広がっているということです。産経新聞の記事を読めばあたかも河野大臣は次の天皇にもう女性天皇を立てようとしているのかなというふうに勘違いされる方がかなり出ているように私には思います。しかし河野大臣の言っているのはまず第一に男系男子が継いでいくというこの前提そのものを崩そうとしているわけではありません。現在皇族には男系男子というものが存在していますから次の天皇陛下も同じように男系男子がこれを継ぐこととなるでしょう。しかし問題なのはそうした状況というものがいつまで続くかわからない状況になっているということです。男系男子というものがいなくなってしまうかもしれない。そのような状況になった時にはさあいよいよどうしようかという話になるわけです。そこで旧宮家の話となるわけですが、河野大臣はその点については昔別れたんだからこれらの人々が戻ってくることについては否定的であることを示しています。しかし私はそこには大きな反論があります。なぜならば旧宮家の人たちを復帰させるということがこの問題に対する回答であることは間違いないと思っているからです。そもそも論で言えば皇族を離れてたとえ一般市民として暮らしていたとしても彼らの体に流れる血統やもしくは家系図などから見ても皇族に復帰するだけの条件というものを備えています。ですから一般市民として暮らしてきた人々の中から皇族に復帰する人々がいたとしてもそれ自体は別に不思議な話ではないのです。日本には戸籍制度もありますし家系図などもたどることができます。ですから偽の皇族などが現れていきなりそこに紛れ込むといったことはほぼ不可能です。もちろん一般市民として暮らしていた時代が長いわけですからいきなりさあ皇族としての働きをしてくださいと言われても多くの人が戸惑うでしょう。しかし現在の男系男子の続いている間に皇族に戻ってきてさえもらえれば順次その順応するだけの期間というものは十分にあるでしょう。ですから河野防衛大臣が旧宮家の復帰に対してここまで否定的なのは私は反対です。旧宮家を皇族復帰させるということがこの天皇家の存続問題においては一番の解決策なのは間違いありません。武田恒康さんはそういった面においてはこういった外交や防衛問題について評価する部分もあったけれどもしかし今回の件をもって全てが評価が台無しになったというふうに表明しています。しかしこの点についても私たちは十分に考えなければなりません。なぜならば私たち一人一人政治家を見ていけばわかりますがある政治家の全ての政策について賛成できるのかといえばほとんどの政治家についてはそうしたことはありません。例えば現在の安倍首相の政策についてもこれはいいけどこれはダメだというふうにして常に政策の良い悪いというものは存在し全てについて良いということはありえないからです。もちろん天皇家の問題は非常に重たい問題でありその点についてこれがダメだったらあとは全てダメだという考え方もできるわけですが他に代替できる政治家がキラ星のごとく存在しているのであればそのようにしてこの人はここがダメだったからはいダメねというふうにすぐできるわけですが現在の日本の政治家たちにそのようにこの人はダメこの人はダメこの人はダメと続いていて一体誰が残るのかという問題が存在します。旧宮家の復帰にかなり否定的な河野大臣ですから残念ながら他に代わるような人物がいればその人物を優先して自民党総裁へと応援するのが筋でしょう。というのも外交や防衛問題にしっかりと対応できる人というのがそもそも存在するのであれば比較論として別に河野大臣でなければならないとは決して限定はされないからです。国民の選択というのは常に流動的でありより良いものを求める気持ちに決して終わることはありません。そしてその流れの中においてその時における一番良いであろうという人にどうしてもかけざるを得ません。決して 100% その人を信頼するわけでもなければ 100% その人の政策というものを支持できなかったとしてもなるべく自分が支持できる人というのをある程度我慢して選んでいかなければならないというのが現実問題私たちの大人としての選択だからです。この問題に対してそれぞれの議員がどのような考えを持っているのかというのも今回一つ明らかになってくるでしょう。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。